皆さんこんにちは、アンです。私は今ですね、成田空港第1ターミナルに来ております。今回はずっと夢だったオーストラリアへワーキングホリデーに行ってきます。ということでお気づきの方もいるかと思うんですけれども、オーストラリアということで髪の毛もオレンジ色に染めてきました。ありがとうございます。今からチェックインをしていくんですけれども、見てください、この荷物。この銀色の方が私の荷物で、黒い方がですね、今回夫と一緒に1年間ワーホリに行くので、こちらが夫の荷物になります。2人合わせて80キロまで無料なんですけれども、さっき測ったらなんとこれ合計で87キロあって、7キロですね、オーバーしております。ちょっと7キロの超過料金がいくらになるのか分かんないんですけれども、ちょっとビクビクしながらですねチェックインしてきます。今回はオーストラリアメルボルンにシンガポールを経由してシンガポール航空で行きたいと思います。それでは行ってみましょう。今回調味料も入ってるのでぐるぐる巻きにしてやってもらうの憧れてました。憧れてた。よくね見てて、すごい。アラバスビール飲みますよ。ビールなんかカレーの匂いしない？カレーの匂いする。ラーメンも絶対食べる。今回乗り継ぎを含め超ロングフライトなので、こちら喉濡れマスクとあとホットアイマスクもたくさん買いました。ご案内申し上げます。この飛行機はまもなく出発の準備をしてまいります。マルコ様のお席にお戻り去り、シートベルトをおしてください。スイッチでスイッチ、任天堂スイッチがあります。また違うね。いいね、このゲーム感覚で。ウェルカムドリンクでオレンジジュース。
チャンギ国際空港に到着いたしました。ただいまの時刻午前3時ですね。ここから次6時45分発の便なので、ラウンジ行ったりしていきます。なんかいろいろあってさ、ここにはフリームービーとかバタフライガーデン、トランジットホテルがありますね。たった3時間だけだから、まあ、外に出ることはなく、ここでラウンジか。チャンギの空港はいろんな施設があるので探検をしたいと思います。トランジットダイレクトリーってことはトランジット用みたいな感じ？マジ面白い。ここにクリスタルガーデン、バタフライガーデン、恋なんちゃら、いろいろある。3階に来たらこんな感じでいろんなトランジット、こっちがねトランジットホテルで、これがラウンジ、プライオリティパスで入れるラウンジで、奥にセブンイレブンがあったり、その奥にはクリスフライヤーのラウンジがあります。こちらがバタフライガーデン。 Our butterflies are harmless. Please help us maintain. 蝶がいるってこと？バタフライガーデン。私さ、蝶々めっちゃ嫌いなんだけど入んない方がいいかな。うわ、やだやだやだ、そこにいる、そこにいる、蝶がいる。ちょっとこれはちょっとこれはね、まあでも行ってみようか。うわー、待って、これはさ、優しいバタフライ、こんな感じでパイナップルバタフライとかがあって、多分これで蝶をおびき寄せてるのかな。もうね、ここにももう1匹蝶がいます。ここについてる。すごいなんか熱いバタフライガーデン、こんな感じ。足元とかに蝶がいる。やだな。わあ、やだー、どうしよう、どうしよう、やばい。こんな感じでいっぱい蝶がいる。マジでね、ほんと蝶が一番この世で苦手な虫なんですけど、ゴキブリよりも。なんだこれは。ここにはね、蝶のさなぎ、全部さなぎですね。さなぎが入ってる。あとなんか複数の蝶々が入ってますね。気持ち悪い。こんな感じですね。ちょっと本当に蝶が好きな人は入っていいと思う。もう本当見れない。怖い。今は深夜だから蝶が飛んでないのね。だからまだよかったわ。やばい。下のラウンジ良さそうだね。見て、床に寝てる人もいる。見てください。ここにはなんかルイ・ヴィトンの歴史博物館的なのがありました。トランジットなんですが、こんなことも楽しめます。見て、うわー、すごい。これ昔のルイ・ヴィトンのトランクかな。血みたいなのもついてるよ。なんかこれいいですね。昔のルイ・ヴィトン、今のルイ・ヴィトン。で、今回はこちらで今2時17分なので、あと4時間ここで過ごしてきます。誰もいないね。でも広いし綺麗。シャワールーム来ました。めちゃくちゃ綺麗。何ここのシャワールーム。ちゃんとバスタオルもあるし、足拭きマットもあるし、シャンプーとボディーソープもあるし、洗面台もピカピカなの。最高。ではシャワー浴びてきます。はい、結構ラウンジでゆっくり過ごすことができました。ボーディングタイムがですね、6時45分で今6時23分なので、そろそろ搭乗口の方に向かいたいと思います。ここはビュッフェのダンプリングがすっごく美味しくて、ホテルのビュッフェみたいな感じでとても良かったです。じゃあ行きますね。わあ、ラウンジ良かったね。では今から
ゲートに行くよ。シンガの代表的な紅茶ブランドもあります。大きいねこれ。てか綺麗。写真撮っていいかな。結構さ、空港自体広いからさ、早めにラウンジ出てよかったね。ゲートを入るときにもらったこのオレンジ色の紙、ここにオーストラリアに持っていくもので申告しなきゃいけないものありますかとか項目があるので、これを正直に入力してきます。ということで、いよいよ眠い目をこすりながらですね、シンガポールからメルボルンの方に向かっていきたいと思います。メルボルン行きの機内なんですけれども、本当に満席でぎゅうぎゅうの状態で出発いたしました。行きの時の飛行機と比べますと、ちょっと機材は1個前の古いパターンなのか、私が大好きなゲーム機みたいなやつがなくなっておりました。ちょっと寂しいですね。でもこういう感じでカップホルダーなどもついていて快適に過ごせそうです。飛行機が出発して1時間ぐらい経つと、このようにまずは朝食が配られました。なんかモッツァレラと卵がぎゅうぎゅうに入ったパンでしたね。ちょっと気持ちしょっぱめの味付けでした。昼食はこんな感じで、私はなんだこれ、チャーハンと甘酸っぱいあんかけみたいなのを選んだんですが、これが本当に美味しくて最高でしたね。でちょうどその時はアメリカの大統領選がやっていて、それを見ながら機内でゆっくり食べました。でオーストラリアなんですけれども、世界で一番持ち込む荷物に対して厳しいというのを聞いたことがありますでしょうか。このように機内ではね、これ持ち込んじゃダメ、あれ持ち込んじゃダメっていうのが流れますので、ちょっとビクビクしながら見ておりました。いよいよメルボルン上空までやってきました。この日なんですけれども、ずっと着陸ができなくて、かつ本当にジェットコースター並みに飛行機が揺れていて、もう乱気流に巻き込まれまくって、もう私は思わず叫んでしまうぐらい揺れましたね。はい、本当に旅は好きなんだけど、この飛行機の乱気流がずっと苦手で、これだけ本当嫌いなの。私は同じ人いるかな。みんな平気そうなさ顔をしてるんだけどさ、みんなどういう気持ちで乗ってるんだろうって思います。私は本当に乱気流が一番苦手。また進行方向変えてる。一生着陸できません。はい、ということでメルボルンの空港に到着いたしました。オーストラリアって持ち込む荷物がめっちゃ厳しいんですよ。そのオーストラリアの自然とかを守るためにね。で今回私は日本からいろんなご飯を持ってきたので、それを一応申告したんですけど、中身の内容を伝えたら、それだったら大丈夫ということで、特に中の回避検査っていうんですか、そういうのはなしでエグジット行ってっていう風に言われました。で今からはちょっとね、さすがに荷物が多すぎるので、ここから送迎タクシーみたいなのを使って、泊まるお家に向かいます。うわー、ついに来ちゃったわ。やばいな。はい、で今回、ワーキングホリデーでオーストラリアに来たわけなんですけれども、ワーホリだったらだいたい SIM フリーの携帯にオーストラリアのキャリアの SIM を買って、月額とか年間で支払うっていう感じになるんですけど、今日18時に着いて、ここから携帯のキャリアショップに行くのとか大変なので、一旦今回はeSIM を使います。eSIM は1ギガ100円で売られているクルックのものを使用します。日本にいる間にですね、アクティベートはもうすでに済ませていて、ここではインターネットを開通させるだけです。もうね、事前にこのメルボルンってやつをアクティベートしているので、これをデータローミングをオンにする。でこの回線をオンにして、これでおしまいですね。はい、ということで使えてそうなので、私はいつもインターネット速度テストっていうのをやります。今ね 3G ってなってる。Okay, Yes. that's it.
Thank you. Thank you. The door is closed. Okay. Yeah, if you Yeah, want it's, to do yeah, very comfortable. Thank you. 天才。待って、これやばい。今回荷物が本当に多かったから、こんな感じの大きいバンで私たちがちょっと住む場所まで向かいます。このバンもクルックで予約を取ったんですけど、昨日取ったのかな、昨日取った時点で1万1000円で6人、最大で6人乗れて、キャリーケースが4つ乗せられる、そういうプランです。なんで6人で割ることもできます。片道20ドルで乗れるスカイバスっていうバスも通ってるんですね、 CBD までなんですが、荷物をバスの中に持って行ったり、1階が埋まってたら2階まで荷物を持って行ったりしなくちゃいけなくて、この荷物の量だったらもう本当に難しいので、6人であれば1人20ドル以下ですね、これだったら。なのでかなりお得かなというふうに思います。マジありがとう。いいよね、マジで快適すぎ。こちらのバンもですね、私のクーポンでお安く予約ができますので、皆さんぜひ予約してください。本当におすすめ、快適すぎます。今メルボルンの中心ですね、 CBD に入りました。なんかちょっと懐かしいかも。はい、ということで皆さん、今ですね、本日からちゃんと正式に住むお家が決まるまでの2週間ぐらいお世話になる Airbnb に到着いたしました。お疲れ様です。マジでキャリーケース1人2つ持って、リュックとかいろいろ持って、移動が本当に大変でした。大変。ということで、このビクトリアビターというですね、ビールを目の前のコールスで買ってきたので飲みたいと思います。ビクトリア州のビールらしいです。お疲れ様です。乾杯。うまい。はい、まず一旦は今日の夜ご飯。もう着いて結構8時過ぎてたよねぐらいだったので、疲れたからもうこの近くにある韓国料理のお店でテイクアウトしていきました。これが8ドルぐらい、これが14ドルぐらいだったかな。いただきます。美味しい。いやほんと疲れ。30時間ぐらい移動。そうだね、移動結局30時間ぐらいして、今回の飛行機めっちゃ揺れたの。思わず声が出ちゃうぐらい揺れて、こうさ、飛行機が飛んでんじゃん、こうやってこう揺れてきて、こんぐらい下がるみたいな、ほんとね、ジェットコースターみたいだったよね、っていうぐらいので、怖かったです、すごく。めっちゃ怖かった。でも怖がってたらね、隣のオーストラリアのおばさまに笑われてしまったよね。タカンジョン。おいしい。ということで、約2年ぶりのオーストラリアメルボルンに到着したわけなんですけれども、今回はワーキングホリデーということで、1年間私はここで、仕事を探して、その自分のもらったお給料の中で頑張ってやりくりをして、かつ旅なので、オーストラリアのメルボルンを拠点にいろんなところに旅をして、いろんな経験を得て、1年後日本に帰りたいと思っております。これからの動画はですね、メルボルンの私の暮らしの動画だったり、旅動画となりますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。まだの方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ワーキングホリデー頑張ります。